Designer Hub。 今回のテーマはラスキンと経済学についてです。前回ラスキンさんがお亡くなりになっちゃったんですけど、うん本当に型破りな人生だったなと思ってて、驚くべきことに前の回でもちょっと触れたんですけど、そのめちゃくちゃ著名な経済学者に対しても、なんか同じようなラスキン節でえげつない批判をしてるんですよね彼で。そのことについてちょっと詳しく見ていきたいっていう話で、面白いなって思うのが、あんまり現代だとさこういうことって起きないじゃないですか。あんまりね、そう持ちは持ちやじゃないですか。うん、僕が落合陽一にめっちゃ文句言うみたいなさまあ僕はそんなラスキンほどね、何もしてないんだけど、なんかそれぐらい変というかさ、難しいことで、それやってのけてるっていうのがあるので、これもここまで見てきたような、海外に対する考え方、建築に対する考え方、教育に対する考え方、あったと思うんですけど、あと労働、もあったと思うんですけど、やっぱその当時の価値観からするとかなりその理解しにくいことを言っていて、だからそこについて僕ちょっと強調して話していきたいので、そもそもこの時代にどういう経済学においてね、どういう考え方が主流だったのかっていうのをちょっと説明していくために、まず経済学って何なのっていう話をしていきたいです。ここはだから結構今までのあれでいうとこう激重な部分である。激重です。一番ややこしいと思います。しかもなんか今まで話したラスキンの考えと逆のことが結構出てくるって感じですよね。一旦ね、ラスキンの時代までの経済学の流れを、ここから少しややこしいんですけど、バーッと説明していきたいお願いしでます。す。でそもそも経済学ってエコノミクスっていうじゃないですか、それって20世紀以降の話らしくて、当時ってそのポリティカルエコノミーっていう風に言ってたらしいんですよね。直訳すると政治経済みたいな、日本でも今やるじゃないですか、政経みたいな、倫理と政経とかでしたっけ、教えますよね、高校で。でこれってそのギリシャ語から来てる言葉で、そもそもエコノミーっていうのがね、だから家を意味するそのオイコスっていう、ヨーグルトね、オイコスとその規律とか規範を意味するノモスっていうギリシャ語が合体して作られた言葉らしいんですよね。なんでこれあれですね、古代ギリシャの話ですね今、だからその社会とかっていうのもそもそもなんかあんまちゃんと理解されてないみたいな時代なんですけど、なんか最初そのエコノミーっていう言葉ってその貴族とかのその家の中、なんとか家ってあるじゃないですか、なんとか家っていうこの家の中って、それもこう見方を変えれば一つの社会だと思うんですけど、その中をどのようにしてうまく規範を持って規律を作って収めていくかっていうのがエコノミーっていう言葉の語源としてあるわけです。そうだったんですね。そうだからポリティカルエコノミーっていうと、ポリティカルなエコノミーなんですよね。そうでこのポリティカルって言葉ってその、ポリスから来てるわけですよ、都市国家ってやるじゃないですか、世界史で、都市国家をポリスっていう風に言ってたわけですね。こう城壁があって、こう狭い範囲だけど、人が住んでいて、都市として機能しているっていうものを、ポリスっていう風に、言いますけど専門用語でね、そのポリスっていうのをどのように収めていくかっていう意味で、ポリティカルエコノミーっていう言葉が出始めたと、このポリティカルエコノミーっていう概念を古典派経済学とかって言いますけど、その古代ギリシャに生まれたポリティカルエコノミーっていう概念を近代においてじゃあどのように引用して体制させていくかっていうのが、近代に生きるその経済学者の命題だったわけなんですけど、それをうまいことやったのがアダム・スミスっていうのがなんとなくの流れです。そうですね、一生残りますよね、アダム・スミスの思想は。って僕は全員思いますよ。知ってるよね、そうですねっていう流れなんですよね。まず大枠ね、ここまでいいですかね。で前提として、キリスト教が強くなる前の古代ギリシャだったりの価値観に立ち戻って考えるっていうのは、ここまでそのルネサンスとかもありましたけど、よくあること、で経済学においても同じようなことがされていたと。でアダム・スミスってラスキンよりもちょっと時代が前なんですけど、この18世紀19世紀のアダム・スミスからつながる古典派経済学を作っていった人たちっていうのも同じように古代ギリシャのそのポリティカルエコノミーっていう思想から近代っぽい古典派経済学を作っていったっていうのがその流れなんですよね、なんですけどそれをラスキンはめっちゃ否定するっていう、すごいよね、しかもそれをアダム・スミスたちは
古代ギリシャの概念を持ってきて、ポリティカルエコノミーっていうものを考えたわけじゃないですか。そうだよね。それをさらに同じように古代ギリシャの概念を持ってきて、ラスキンは否定するんですよ。ちょっとあれっぽいですよね。新古典主義を否定した時と、俺の言ってることの方がより自然に即してるみたいな、ロマン主義の方が自然に即してるみたいなのと同じ構図だなって思って見てたんですけどね。でちょっと遠回りなんですけど、まずその古代ギリシャのポリティカルエコノミーって何なのって話をちょっとしたいって思います。で初めてポリティカルエコノミーって言葉を使ったのがアリストテレスらしいんですよ。いやもう有名ですよね。かの有名な万学の祖って言われるね、アリストテレスなんですけど、この人が書いた作品で、経済学って書いて、オイコノミカっていう、この時も本ですらないですよね多分、あるんですけど作品がね、その中で使われてる言葉だったらしいです、はい。でこれがジョン・ラスキンの時代から見ても2000年以上前なんですよね。まず紀元前3世紀なんで、そっか、めっちゃ前、で、これ実はアリストテレスじゃなくて複数の彼の弟子が作った合作っていうふうに言われてるんですけど、でも変わらずそのアリストテレスが定義した概念としてポリティカルエコノミーがあると、で彼がなんかどういうことを言ったのかっていう話なんですけど、さっきその家の中をどう収めるかっていうのが拡張してって話したじゃないですか、そこにちょっと戻って考えるんですけど、彼が言ったことってその家の中をそのどう収めるかっていうのと社会つまりポリスをどう収めるかっていうのは全然別のことだっていう話をしたんですよね。ちょっと全然別のことだっていうのは言葉をちょっと強めたんですけど、同じように考えてはうまくいかないよねみたいな話をアリストテレスはしたんですね。でアリストテレスって師匠がいるんですけど、ソクラテスとかプラトンとか、わかりますかね。わかります、アリストテレスの師匠がプラトン、そのまた師匠がソクラテスっていう感じです、師弟関係でいうと、で、ソクラテスとかプラトンっていうのは、さっき言ったようにアリストテレスが言ったように家と社会って別っていうふうにあんま考えてなかったんですよね。この家の中をどう収めるかっていう意味でのエコノミーをただそのまま拡大解釈すればポリスを収められるじゃんみたいな、これめっちゃちょっと単純化して言っちゃってるんですけど、それでいいじゃんっていうのをソクラテスとプラトンは言っていた。で具体的になんかどういうことを言ったのかっていう話なんですけど、まずアリストテレスのその1個上の師匠のプラトンですよね。でこの人もっていうかこの時代の人みんなそうだと思うんですけど、別に何かの専門があったわけではないんですけど、普通に経済学っぽいことを考えてたっていう。なんか大体ふわっとしてるけどさ、哲学者たちっていうイメージがすごい強かったかも。そうそうそう、何かのその原理原則を作っていた人、でそれを言語化しているっていうのはすごい印象としてあるよね。そうね、だから宗教もやるし、なんか数学もやるし、みたいなね、あらゆることをやってたその知識人たちっていう感じですよね。で国家っていうのが有名なんですよね、プラトンね、聞いたことあるかなと思うんですけど、で国家の中でそのプラトンって、その人間の魂には以下の3種類があるって話をしてて、理知的な部分、気概的な部分、欲望的な部分っていうのを言ってて、その知識を求める理知的なね、いろいろ考えて勉強してみたいなっていうとこと気概的な部分で気概がいいねの気概ですね、気合の気に概念の概って書いて、そうなんか自分を堅持する、自己を堅持するみたいな、なんかそういう目立ちたがりみたいなね、そういう欲求と、その欲望的っていうのはもうちょっとこう金銭とか、そっちの欲求、この3つがあるよねみたいな。でこの今言った理知的、気概的、欲望的の3つに対応する形で、国家を構成する人々も3つに分けれますよねって話をしたんですよ。つまりその一人の人間の中にあるこの3つの要素がまずありますと。でこれを国家単位に拡大してみたときに、同じようにこの3つの特性を持った人間で構成されてますよねって話を彼はするんですよね。でそれが知を求める知識ねを求める哲学者、名誉を求める軍人、金銭を求める職人、商人っていう風に分類したと。わかりやすい。これってさっきのアリストテレスの言ってたのと別の考え方っていうのが分かるかなって思うんですけど、人間っていうものの中にある構成要素を拡大解釈すれば国家を解釈できるっていう、ラスキンがめっちゃ嫌いそうな考え方なんですけど、そうだねっていうのがこの国家っていう書物の中で語られた話です。
でその個人の魂っていうのはこの3つの種類のね魂があるから、これをうまいこと知性を使ってね、理性とも言い換えれると思うんですけど、うまいこと調整することで魂の健全性保たれるよねみたいな話をしてて、その構造っていうのは国会においても同じであるっていう話をするんですよね。でそのつまり哲学的なそういう真理を収めたもう鉄人みたいなね、守護者っていう風に言うんですけど、彼はその守護者によって社会っていうのは指導されるべきだ、引っ張られていくべきだ、リードされるべきだっていう話をしてて、じゃあその守護者をどのように育てていけばいいですかっていうのがプラトンの国家の中のこうメインテーマとしてあるっていう、いいですね、話なんですよね。で火星術っていうその家の中の政治の術、家の祭りごとの術、オイコノミアってこれ言うんですけどね、そうこのオイコノミアだけ火星術だけやってれば、やってればっていうふうには多分彼は言ってないと思うんだけど、今のさ個人を拡大解釈して国家を解釈する、その家というものを拡大解釈して国家を解釈するみたいな、なんかそういう割と単純なね相似関係にあるじゃんみたいな、汎用的で耐久性あるよねっていう、ね、そう、みたいなことを言ってて、それをアリストテレスは批判するんですよ、自分の師匠を。さっき言ったように、それだけじゃダメだよねっていう、家と社会は違うよねっていうことを言ってて、でこれまた用語が多くて申し訳ないんですけど、取材術、財を取る術って書いて、取材術、クレマティスティケっていうんですけど、こう噛みそうですね、クレマティスティケ、オイコノミアだけじゃなくてクレマティスティケが大事だよっていう話をしたっていうことですね、つまり。でこれはどういうことかっていうと、これもまた単純化して話しますけど、家と社会は同じではないと、で社会の中には個人的な経済活動が含まれますよねと。社会の中にある個人がなんか貯蓄したりそれを交換したりね、商品と、することがその社会の経済に影響を与えるじゃないですか、回り巡って、そういう仕組みって家の中にはないじゃないですか。お金を使ったらどっかの人が儲かってみたいな、で逆に自分は何か働いたりして給料を得てとかっていう流れだよね。だからそもそも同じに考えることは間違ってるよみたいなことが、アリストテレスの言いたかったこと、っていうふうに僕は理解してて、つまりその人間らしいところとかがちゃんと解釈されてなくて、それをうまいこと単純化してね話しちゃってるから、これ机上の空論ですよねっていう話をアリストテレスはしてます。でアリストテレスの面白かったというか新しかったところが、ちゃんとその貨幣の価値を理解してるんですよね。そうだよね。ここやっぱりまだまだそういう貨幣って何なのみたいな時代ですよ。2000年以上前だからさ、そうだからその物の使用価値と交換価値みたいなね、これは喉を潤すことに使えるっていう意味で水は使用価値がある、と同じように交換価値もあるよねみたいな、水はほっとくと腐っちゃうよねみたいな、よりかはずっとほっといても同じ価値を保ち続ける宝石の方が交換価値があるよねみたいな、例えばね、そういう話も考えていて、貨幣というのはすごく価値を一定に保てれるから、便利なものであるっていう、他の商品とは全然違うもの、特別なもので、ずっと価値をそこに保存できてっていう、その貨幣の価値についても、彼は言及していて、つまり家の話とポリスの話を全然分けて考えれてるよねっていう、ことなんですよね。この貨幣っていうのはもう家族の中ではないからってことで合ってる？そうですね。だし、なんかそれが家族の中だと直接的なやり取りだけで終わるじゃないですか、結局ね。そうだよね。狭いからすごく、それがなんかそもそもその家がたくさんあってみたいな、家にも属していないような、家もないような人もいるわけですよね、で彼らの経済活動も間違いなくその社会に影響を与えていると、だからその個人におけるその経済活動のモチーフがあるわけですよね、これをそのまま転用するのは間違ってるよねっていうのが繰り返しになりますけど、アリストテレスの言いたかったところとしてあるかなっていうふうに思ってます。そもそも別物だし同じように考えるのはおかしいで、ちょっとごめんなさい繰り返しになるんですけど、個人の経済活動ですよね、貯蓄とか交換とかっていうのが間違いなくその共同体としてのね、そのポリスの経済的なその減少にも大きな影響を与えている。でその役割として貨幣はとても大きなね価値を持っているよねと、さっきのプラトン・ソクラテスの話と比較してみてほしいんですけど、明らかにこう社会化された考え方をアリストテレスはしてるなっていうふうに思うわけですよね、そういう意味で確かに火星術、エコノミーなのかもしれないけど、それってエコノミクスなのかもしれないですけど、それが社会化されている、
だからギリシャ語で言うとオイコノミカですよね、普通のオイコノミカじゃなくて、ポリス社会をどのようにうまく収めるかっていう意味のオイコノミカに1個レベルが上がってるじゃないですか。レベルというか視野が違う、フォーカスしているこの。そうだね、ちょっとここむずいけど。むずいです、なんかプラトンまでがそのなんかフィールドの定義までしかできていない気がしていて、なんかアリストテレスになった時になんかその定義ポジションがあった時に、それをこう回すとどうなるみたいなところまでなんか考えられてるのかなって。だからなんかそこの循環っていうか、経済に対してのなんかアプローチも考慮されているからこそ違うって言えてるのかなって。まさにそうだと思うし、なんかこれ比較すると分かりやすいですよね、他の別のものと。例えばなんか実際僕たちが見えるぐらいのサイズのものに働く物理現象のルールがあるじゃないですか。例えばボール落としたら落ちるみたいな、こういう目の前触れるぐらいのサイズのものの物理現象で起きることと、原子レベルで小さなものに起きる物理現象のルールって違うじゃないですか、同じそのルールって適用されないじゃないですか、大きいものにおいてはなんか誤差として無視できたような値が原子レベルになると大きな影響を与えるとか、それがこう宇宙レベル、銀河レベルのサイズ化になるとまた別のルールがあるよねとか、で物理学でも同じだと思うんですけど、ここでも同じことが起きていると思ってて、人間とか家みたいなものをただ拡大したものが社会っていうのはすごく傲慢で、そこには多分別のルールとか要素っていうのが絡んでくるから、オイコノミカっていうのと、ポリスのためのオイコノミカっていうのは違うよねっていう話をアリストテレスはしてるっていう風な解釈をしてる僕は。だからポリティカルエコノミーなんですよね、社会をつまりポリスをどのようにすればうまく収めることができるのか、規律や規範を設けてっていうのがポリティカルエコノミーの語源っていう話をしたい。ごめんなさい、すっごい長いですね。激重だね、ここは。そうこれも結構大事なんですよ。だこれが、でですよ、これをちょっと覚えといてほしいです。で時は2000年進みます、18世紀、アダム・スミスが出てくる時代ですね、1700年代だからラスキンの生まれてくる100年ぐらい前の話です、で、古代ギリシャでこのような概念が生まれますと、ポリティカルエコノミーがね。でそれが、伝わってくるわけですよね、ヨーロッパの方に、ギリシャからね。で、この間にキリスト教世界になるわけですよ、ローマ帝国がすごい繁栄してみたいな、世界史があると思うんですけど、そこで一回その古代ギリシャの流れって途絶えるわけですよね、なんですけど一応そのアリストテレスの学問っていうのはこう伝わっていて、それこそルネサンスの時とかに古代ギリシャの考えに立ち戻ろうぜみたいな流れあったと思うんですけど、そういうところでもちょいちょいこう見直されてたわけですよね、これがまたポリティカルエコノミーという言葉が一般的に使われるようになるまでめっちゃ時間かかって、1615年にアントワーヌ・ド・モンクレティアンっていう人が書いた政治経済論っていう本があるんですけど、そこでまた出てきます、でこれがだから17世紀入ってますよね、もうこっから17世紀18世紀っていう、約200年間を通していろんなその出版物の中でポリティカルエコノミーについて語られるようになります。でここから徐々にその古典経済学っていうものが出来上がってくるんですけど、一つの学問ジャンルとして体系化されるまで割と時間かかっちゃって、それをやったのがアダム・スミスっていう感じです、でこれもまたちょっと世界史の話なんですけど、すごいやっぱね必然の流れではあるんですよね、やっぱり商業ですよね。そうだよね、さっきの古代ギリシャの概念で言うと、クレマティスティケっていうのはそんなに大事じゃなかったわけです、よりも宗教の方が大事なわけです、キリスト教の方が、今の時代になってね。そうだからその今でこそ、それこそ僕らで GDP とか気にしますけど、つまり国家が担う責任なわけですよね、経済っていうのは、ただそれが17世紀まではそうじゃなかったっていう話なんですよね、そもそもキリストのそのカトリックの考え方では、その商業的なものって卑しいわけですよ、だからね、ああいう金融に強かったユダヤ人がねみたいな、迫害されてみたいな流れとかもありますし、ただそのプロテスタント、新しく出てきた宗教っていうのは、商業的な活動が全然 OK だったんですよね、でイギリスとオランダはプロテスタント国家なんですよね、徐々につながってきますよね、でイギリスとオランダっていうのはこの時代、先にオランダですけど、経済成長がすごく進みます、
例えばオランダ東インド会社、有名だね、そう有名な初めての株式会社ですね、が1602年にできるし、この頃には、だからですね、スペインから独立する、ちょっとややこしくないからあれですけど、スペインはカトリックなんですよね、そこから独立したオランダっていう形です、で植民地政策をどんどん進める海洋国家ですよね、でここでなんかバブルとかも起きるんですよ。そうなんだ。そうチューリップバブルって知りませんか？オランダで起きた、そう1630年代に起きたバブルで、チューリップのその価値が上がりすぎて、この球根がめっちゃ売れるんですよ。そうなんだ。高値で。知らなかった。それでめちゃくちゃ釣り上がって弾けるっていう、不思議ですね。そう不思議ですよね、同じことを繰り返してると400年経ってもね、で、ここで僕が強調しておきたいこととしては、ギリシアの人が別に優秀でみたいな、そこから2000年間ずっとバカしてたわけじゃないよって話なんですよ、今の僕らの価値観からすると商業ってすごく大事なんですけど、当時はキリスト教の方が大事、宗教の方が大事、コスパがいいわけですよね。何をするにも宗教的なことを理由にしておいた方が楽なわけなんですけど、それがなかなかその耐久性がもう限界を迎えつつあるっていうのがこの時代の流れですよね、そもそもルネサンスもキリスト教的なものをちょっと疑うような姿勢もあるし、で宗教改革も流れとして起きるし、新大陸から金銀がめっちゃ入ってくるみたいな、それもまた商業が発展する要因になるし、啓蒙思想も出てくるし、スペインっていうそのカトリックの商業 NG 国家から、オランダとかイギリスとか割と優しい宗教ですよね、寛容なプロテスタントの国家にその覇権国のポジションが移っていくわけですよね、っていう流れも影響して、結果として商業に精を出していたオランダとイギリスが軍事的にも強かったわけですよ。そうなりますよ、だから商業めっちゃ大事じゃねってここからなるっていうみんな気づいてきたんだね。そうでそこで出てきたのがアダム・スミスっていうついに来ましたね、流れです。でアダム・スミスもイギリス人です、優秀だよね、イギリスの人はみんななんかこの辺有名人ばっかだからねそうですよね、他の国の人もね頑張ってるとは思うんですけど、やっぱ有名人が多いですよね、でここで宗教から科学への流れもあるわけで、今起きてる経済現象を分析したくなるわけです、ちなみにニュートンもイギリスの人ですよね、ニュートンが重力みたいな万有引力を導き出したように、なんで目の前にバブルが起きるのかとか、どのようにすれば物の価値って変動するのかとか、どうすれば商業的に利益が出るのかっていうところを分析しようってなるのはすごく自然な流れじゃないですか、需要があるじゃないですか社会から見て、だからそういったところにお金が集まって人材が集まるっていう、でアダム・スミスの出番ですっていう感じなんですよね。でアダム・スミスは1723年から1790年の人ですね、18世紀、そうラスキンからすると100年前の人、僕たちからすると大正時代ぐらいの人、で、この人も、例に漏れずクソ優秀で、グラスゴー大学オックスフォード大学で学んで、28歳で教授になりますみたいな。いいですね、さすがですね、で案外でも有名な国富論書いたのって53歳。いやでもそうだよね、あらゆる人生を経験しないと書けないと思いますあれはめっちゃ好きじゃん。いやすいませんそうね、それでね見えざる手で有名な国富論を、彼は書いたわけですね、なんですけど、まず分業の話からいいですねしましょうかね、国富論といえば分業。そうですよ、めっちゃ俺言うもんこれちょっと脱線するけどさ、なんでウェブデザイナーはデザインとコーディングをしないといけないかって、いやしなくていいよっていうのがもうすべて国富論で説明されてるんですよ。なるほどね、国富論を引用して、そうめちゃめちゃ言ってた。でも当時すごいコーディングできるのやればいいじゃん、お金儲けられるしって言ったけどでもそれだったら月に2本までしか受けられないけど、デザインだけやるんだったら月にだって7本だってデザインできるから、ってなったら月の売り上げ絶対デザインだけやった方がいいじゃんっていう、だしチームで OK るしね、だってコーダーが仕事取ってきてもいいわけだし、そうですね、なんかやっぱり両方ラスキンから怒られそうな感じですよねっていうぐらい俺はアダム・スミス大好きっ子で国論をすっごい読んでました。あれですよね、僕もこれね台本に挙げてますけど、工場でピンを作る時の話めっちゃするもんこの話。1人だけでは1日に1本かもしれないけど、18の工程に分けて10人で分業するなら4万本できるだろうってやつですね。これだから鉄を持ってくる人、切る人、溶かす人っていう工場と、持ってきて切って削ってを全部できる人っていうので、こうなんか年で見た時にどっちがこう売り上げが上がっていくかとか、
そういう話ですよねこれは。まさにおっしゃる通りで、その労働における生産力っていうのがその分業によって大幅に改善されますよねっていう、議論、そこから国富論は始まるわけですね。はい、ただここ、その分業における問題をあえてここで言うとするなら、その労働が分割されると、はい、そうなると労働者のそれぞれっていうのは生産物の最終的なアウトプットに責任を負わなくてよくなるわけです。そうだよね。だし効率は上がるんだけど一つ一つの作業は単純な繰り返し作業になってしまいがちですよね。そうラスキンが嫌いそうですよね。いやもうまさにそうだから正直ね前の人がこれやってってきて分かりましたってやって終わりましたで次に渡すっていう、本当になんか考えないって言い方があれだけど、割ともう流れ作業のようにやるから本当工場のねあれをイメージするとすごいいいと思うんだけど、っていうのがやっぱねできちゃうけどそうねそこがデメリットというか弱点ではあるよね、この考え方の分業では。でもアダム・スミスはそこをやっぱり信じていて、とりあえず分業すればいいっていう話なわけですよ。そうで分業すると何が起きるかっていうと、その生産効率が上がって、資本的なその余剰が生まれるわけですよね。でその余剰生産分を貯蓄することで、次の産業に投資できますよね。そうです。市場が大きくなりますよね。今までは机しか作ってなかったところがじゃあ次は椅子を作りましょうってなって、みたいなどんどんその作るものが増えていって、じゃその机とか椅子で使う共通のパーツとかも出てくるわけですよ、とかっていう風になんかどんどん分業が進んで余剰生産ができる、それをまた別のものに投資する、そしたらまたその分業できるその項目が増える、じゃあもっと余剰生産分が出て、みたいな感じでずっとこう正のフィードバックループになるっていうのがアダム・スミスの言ってたこと。そのずっと回るっていうところまでをこうね見据えて作るのがやっぱり経済まで届く話になるんだよなと思って、だしアダム・スミスが言ったのはそこにこの自己調整能力があるっていう話をするんですよね、これが見えざる手ですよね。ここがまたいろいろ面白くて、神の見えざる手っていうワードが有名だと思うんですけど、彼は別に神の見えざる手って言ってるわけじゃないんですよ。そうだよね、見えない手に導かれてなんちゃらなんちゃらなんちゃらって言ってるっていう、それをかっこつけてね誰かが作ったんですよ。なんかねそうやってでも広まったっていうのがあるんですけど、やっぱ当時キリスト教っていう価値観がベースにあるわけですよね、社会のね。だからそのキリスト教の神様って、そのやっぱりこう慈悲深い愛を持った分け隔てないそんな神様じゃないですか、その神が導いてくれるんだっていう、そういったイメージを持って、みんな多分この言葉を受け止めたのかなっていう風に思うんですけど、これってとにかく分業して、個々人がその利益のために、そもそもそのアダム・スミスってその人間っていうのは利己的な活動をする生き物であるっていう、そういう前提で話を進めるわけなんですけど、個々人が利己的に目の前の自分の収益ですよね、を最大化するために分業して頑張るのであれば、それは慈悲深い神がその見えざる手によって私たちを導いていい感じに調整してくれますっていう風に当時の人々たちは受け取ったわけですよ。だからめっちゃ流行るんですよこれが。そうだね。これですごくこう言い訳として便利というか、やっぱみんな目の前の利益が美味しいから、それを目指してそのある意味盲目的にね頑張ることが結果として全体のその経済の拡大につながる、国のためになる、だから自分のやってることで正当化されるよねっていう、なんかこういった価値観があったから、多分そのイギリスの産業革命の時のこう劣悪な労働環境とかっていうのが割と容認されていた。そうだよね。辛いけど宗教的にね、神様が言ってることだから安心してっていうような丸め込まれるじゃないけどさ、自分も納得してやっちゃうしね、これ自体はちょっと話を分かりやすくするための拡大解釈ももちろん含まれてるから、なんかアダム・スミスをね悪く言うつもりも僕はないんですけど、一応彼のね肩も持っておくと、もともと道徳哲学の教授なんですよねこの人、だから多分今言ってたような問題って、多分すごく自覚的だったはずなんですよ。で、よく言われてる話で、
ただスミスはこの経済論の話から意図的にこの道徳に関わる要素を抜いてるんですよね、やっぱ分かりにくくなるから、なんですけど、そこを見逃すはずもないラスキンがいて、そこを突っ込まれたんですね。そう、なるほど。お前の言ってる分業って、作業を分業してるんじゃなくて人を分解してるんだっていう風に、ラスキンは言うわけですよね。もっともでございますね。なんかこの辺が本当鋭いなっていうふうに思うんですけど、このアダム・スミスの考えを継いでさらに発展させた人がこうリカードとマルサスっていうこれまた有名な経済学者がいます。でリカードは労働価値説、マルサスは人口論っていうので有名なんですけど、ざっくり言うと労働価値説ってその労働量によって商品の価値ってすごい決まってくるよねみたいな話とか、その人口論は物のこの豊かになる足りなくなるみたいな、物の増減よりも人口の増減の方が早いから人が増えすぎると物のね供給が追いつかなくなって飢餓状態っていうのが起きたりするよね、それによって人口も調整されるよねみたいな話ですね。彼らのアプローチってそのアダム・スミスの延長線上にやっぱりあって、その人ってその利己的な欲求を前提として動く生き物だよねっていう、わかります？すごくこう科学的にそのような前提で動くものだっていう枠にはめて考えてるんですよ彼らって、分析するために、でそれをポリティカルエコノミーって言ってるわけです彼らは、でここで古代ギリシャのポリティカルエコノミーを思い出してほしいんですけど、ちょっとずれてません、言ってること。わかります。ポリティカルエコノミーがアダム・スミスとそのリカードとマルサスの時代になった時に、その科学的に経済現象を分析する手法になっちゃってるんですよ、理解するためのね。よくあるその UX はフレームワーク使えば安心みたいなに近いような感じ。そうだね、なんか UX って言ってて、実はユーザーのためになってないみたいなねっていう指摘をラスキンはしてて、それってなんかお前らが理解しやすいために人っていうのを間違った解釈をして分析して分かった気になってるだけじゃんみたいな話をラスキンはしているわけですね。抽象化しすぎだと、都合のいいようにね。そうじゃないじゃんって、ポリティカルエコノミーってこの社会をじゃあどうやったらうまく収められるかっていう話をしてたはずなのに、ただなんか人間を分かりやすく解釈して説明をつけて満足するだけじゃんっていう話になってる、しかもそれが人の不幸につながってるよねっていうのがラスキンの指摘としてある。でもっと突き詰めて言うとまだ面白くて、ラスキンみたいに言ってる人っているわけですよ他にも。でそのラスキンの時代に来た経済学者で、そのジョン・ステュワート・ミルっていう人がいて、この人はすごく有名な人で、ラスキンの時代のもう経済学第一人者みたいなポジションの人だったらしいんですけど、でミルも同じようなこと言ってるんですよね、なんですけどちょっと詰めが甘いんですよ。でどういうふうに甘いかっていうと、その確かにスミスたちの理論っていうのは不十分であると、そうだね、全然人間が分かってないと。ただその物理学とか科学と同じようにね、何かしらのこう法則によって、この目の前に起きてる人の経済活動っていうのを分析することができるかもしれないみたいなことを彼は言ってるんですよ、否定した上でね。まあね、分からんでもないけどね、言いたいことは。なんだけどラスキンは割とこうラディカルな人なんで、なんかできるかもしれないとか思うなみたいな、傲慢すぎるみたいなことを言うんですよ。本末転倒でしょって。わかります。でも、ことを言ってて、それをちゃんとね言うだけじゃなくて、その実例持ってくるわけですよ。ラスキンはね強いね。そうだから当時やっぱデモとか起きるわけですよね、劣悪な労働環境があるから。で今こうやってデモが起きていると、しかもそれは資本家たちですよね、とかその人を働かせてる人たちが、その利己的な欲求をもとに動いた結果、労働者階級がここまで困窮してデモを起こしていると、これってそもそもお前たちの言っているその人は利己的な欲求で動くものであるっていうその前提のお前たちの学問がそもそもずれてるからこういう現象起きてるんだよねっていう話をするんですよね。だからミルはちゃんと反対してたのに曖昧すぎるから逆にディスられるっていう。でも分かる。いやなんかだからラスキン的には全否定はしていない気がするね。利己的な欲求があるという前提じゃなくて、そういう人もあるしそうじゃないし、人によってこの何をこうメリットデメリットとして考えるか
っていうなんか道徳的なアプローチっていうのはもうちょっとここに入れないとダメだよねっていうのは多分ラスキンが言いたいことなのかなと思って、自然的な感覚というかさ、人間とはみたいなところ、そうフレームワークに落ちましたよね。そうフレームワーク化しすぎだしみたいな、そんな単純じゃないよねみたいな、まあね、今のデザイン界隈でも同じようなことが言えるかなって思いますけどね。だしそのラスキンは別にねミルを完全に否定してるわけじゃないというか、確かにあなたの言う理論はそれはそれであるのかもしれないけど、今の社会においては何の役にも立たないみたいなことを言ってるんですよね。強いね結構そうね、適用されるべきじゃないみたいなね。なんとなくそのラスキンの話が見えてきたかなって思うんですけど、もうちょっといきましょうっていうのでこの最後のものにもっていう彼の経済思想が書かれた著作がありますね。これの話を最後にちょっとしたいなって思ってて、マタイによる福音書第20章、聖書ですね、旧約、確か旧約の方だったと思うんですけど、そこから引用されてるのがあって、読みますね。友よ、私はあなたに対して不正をしてはいない。あなたは私と1デリオンで約束したではないか。自分の賃金をもらっていきなさい。私はこの最後のものにもあなた同様に払ってやりたいのだっていうセリフがあるんですよ。でこのマタイによる福音書第20章に出てくるブドウ農場の主人がいて、その人が、労働者に1デリオン払う、そのどれぐらいの価値か知らないですけど、1デリオン払うから1日仕事手伝ってくれっていう風に募るんですよ。で人が集まってきて朝からめっちゃ働いてくれるみたいな、で夕方ぐらいにまた広場に行ったら、また仕事がなくて困ってる人がいると、で1デリオン払うから来てくれっていう風に言うんですね。で実際にお金を払いますと、ありがとう今日はっていう時に、最初に来た人にも1デリオン、後から来た人にも1デリオン払うんです。で先から来た人からしたら不満が出るじゃないですか。俺朝から頑張って働いてるのになんで1デリオンでこいつも1デリオンなんだって、ちょっとしか働いてないのにっていう、その人に対してこのブドウ農場の人が言ったセリフがさっきのやつなんですけど、これってその後から来た人は別に怠けてたわけじゃなくて、なんか仕事を探してたけど見つからなかったわけですよね。機会に恵まれなかった。でそれを拾ってあげた。だからそのあなたはちょっとしか働いてないからこれだけしか渡しませんっていうのじゃなくて、その仕事に困ってる人をその労働という役割を与えることで救ってあげたかったわけですよね、ブドウ農場の人は。だから私はこの最後のものにも同じように1デリオン払ってあげたいんだっていう、こういうなんかすごく優しいというか、穏やかな緩やかな経済なんですよ。こうやって厳密なそれこそ科学的物理学的な分析によってこう語られるような、なんかスミスが言ってたようなそういった経済学ではこういった現象って説明できないんですよね。そうだよね、みんな時給で考え出したりね、その大変さとかね、そこで見ちゃうから、全く合理性がない、そういう意味ではね。ただなんかそういうのが大事なんじゃないのっていうのはラスキンが言ってたこと、だから、この書籍のそのタイトルにもすごくそれが強調されてるなっていうふうに思ってますと。で、その彼が言いたかったことって多分今日話してることのまとめになると思うんですけど、その今のってその19世紀当時の主要なポリティカルエコノミーの理論っていうのは、その商業経済の部分に偏りすぎてますと。そうです。だからこれが古代ギリシャで生まれたポリティカルエコノミーと全然違うものですと。そうです。古代ギリシャのものはこの社会をどのようにすればうまく運営できるかっていう話だったのに、それがいつの間にか変わってますよねと。実際にあなた方の言っているポリティカルエコノミーの理論によってこの社会を治めようとするなら、今目の前で起こっているように貧困がたくさん起こるし、劣悪な労働環境で働く子どもたちが減りませんと。まずは目の前のこういう困っている人たちをどうやったら助けれるかっていうのを考えるべきなんじゃないんですかっていう話。いいですね。だし、そもそもあなたたちのその理論の中で言っているような人とか価値とか労働とか富とかの基準っていうものが抽象的すぎて社会のリアルと全然一致してません。あなた方はちゃんと物事を見れていませんっていう主張をラスキンはしてる。すごいですね。そうだいぶつながってきてるかなって思うんですけど、なんかね、その労働の話で面白くて、彼はねネガティブな労働のことをそのレイバー、今でも英語でレイバーって労働のことだったりとか労働する人のことを言いますけど、ポジティブなその労働、彼が言ったような正しく豊かな労働ですよね、っ
っていうのをオペラっていうふうに言ったんですよね。もともとラテン語でその創造的な作業とその作品のことを指す言葉らしいんですけど、彼からすると世の中の今の、その19世紀当時イギリスの労働っていうのはもうレイバーばかりでオペラが存在しない。言い換えるならそのゴシック建築で人々が感じていた喜びがないっていう話ですよね。だからそのみんなすごいこの見えざる手をこう信じてね、自分のその目の前の利己的な感覚を優先してやれば OK っていう、そういう経済を彼は否定してるわけで、もっとその自分の手によってこう目の前のことと向き合って楽しむ、想像を楽しむような、なんかそういった労働っていう、だからレイバーじゃなくてオペラが今の時代にもっと必要なんじゃないかっていうのがラスキンの主張。うわ今の時代でもそう今の時代でもね、そうね、生きていく上でお金は必要なんだけども、とはいえなんかお金重視じゃなくてさ、何をやりたいか、何をこう残したいかとか、そこが楽しいって喜びを感じるかどうかだなと思ってて、やっぱりお金高くてさいっぱいもらえたとしてもさつまんなかったら嫌だし、ただ作業者で終わっちゃうとね、デザイナーとしては面白みがなくなってしまうから、結構ここはもうラスキンの考えにみんな共感してくれると思ってますよ。そうですね、今の時代共感する人すごく増えてるんじゃないかなっていうのは思ってて、当時の時代、だからラスキンにとっては正しく生きること、豊かに生きることみたいなのがやっぱすごく大事だったわけです、彼のポリティカルエコノミーの一番最初に来る原理にまずそこがあるわけですよね、生きることっていうのが、それが危ぶまれている現状において、優先すべきは目の前の利益じゃないっていうのが彼の主張で、なんかね現代のさ、いろんな労働環境があって、ちょっと前に比べると改善されてるとかもあると思うんですけど、やっぱ未だに自殺する人もいるしみたいな、そうだね、めっちゃ悲しいと思うんですよね。ラスキンが今の世の中を知った時に自殺する人がいるみたいな、労働を通して、彼の言ってたことの真逆の現象だと思っているので、もう反抗することすらできないみたいなね、すごく現代を生きる僕たちがこう見返すものとして、彼の言ってることってすごく示唆深いなっていうのが、なんか僕が今回ジョン・ラスキン経済学学んで持った感想としてありますね。だしなんかすごく一貫してますよね。結局目の前に起きてる現象を正しく見ることが大事だっていう、そうだよね、ずっとそのためのデッサンだし、デッサンはそのための訓練であるっていうね、のもそうですよね。そうだね、この働き方、物の見方、このあたり、しかもそれがリベラルアーツ的に大事であるっていうね。そうね、そうなんかここまで来てこうなんか宗教とのラスキンの関係性ってなんかそんなに深くはないんだなっていうのをなんか改めて思うし、なんかより40代以降のラスキン逆改心した後、特になんかそこをさ、なんか宗教に頼るもんじゃないよじゃないけどさ、なんか甘い言葉に誘われちゃダメだよねっていうところ結構言ってるよなと思ってて。そうだね、なんかそこのなんか凝り固まってない宗教もあると思うんですけど、こう限定された見方で、メガネで全て解決できるみたいな、そういった傲慢さっていうのは、多分すごく否定していたことだと思うし、彼の信じていたプロテスタントのその宗教規範っていうのが、彼の中では固定的な、価値観として、なってきちゃったんだろうなっていう、認識されてきてしまったんだろうなっていうのはあります。だから全然完全否定してるわけじゃないですよね、宗教も科学も。そこに溺れる人の弱さみたいなところがラスキンのすごく否定したかったところ、多分みんなにもうちょっとちゃんと世の中見てよっていうのは、そうだね、共感してほしかったんだと思いますめっちゃ寂しそうですよね、これ言ってるの。これは理解されないはむずいよね、っていうそんな感じですかね。ちょっと長くなっちゃったんですけどね、また次回続くということで、環境問題についてさらに掘っていきたいなという感じです。じゃあ今回はこの辺です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。